はい、今ご紹介に預かりました地方独立行政法人天王寺動物園園長の向井でございます。まず本日はチンパンジー、レモンの一掃によりお客様並びに関係者の皆様方に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。寝室の後の前のシュートの、シュート上部の鉄骨、それから寝室後の前の、壁面、この間の隙間から一掃したということになります。さらに拡大した図面、これは横から見た図面ですけども、画面向かって右側、こちらが寝室側になります。画面向かって左側、こちらがシュート側、動物の通路側になります。動物の通路側につきましては、上部に鉄骨および溶接金網によりまして脱走しないような形で、シュートというものを構築しております。でこの鉄骨と、寝室側の壁面、この壁面の間に隙間がございました。この隙間を拡大したものが、下の図の4になります。これが拡大した図面ですけども、これがシュートの上部の鉄骨、H 型の鉄骨になります。これと寝室側の壁、こちらになります。この間が約20センチ、20センチの隙間からチンパンジーが一掃したということになりました。でこれが現地の写真でございます。向きは逆になりますけども、向かって左側が寝室側の壁面、向かって右側がシュート側の上部の鉄骨部分になります。でこのシュートの鉄骨と壁面のこの隙間が拡大したものがこちらになります。ここが実測したところ20センチの隙間があったということでございます。でこれが処置前の状況で、下の写真の3が処置後でございます。処置後につきましては、この空いている部分20センチの部分につきましては防護鉄板、これを溶接して、処置をしております。では園長の私からでよろしいでしょうか。カルチンパンジー舎が出来上がりまして、検査も終わりまして、動物管理センターの方でも特定動物を飼育するということで、許可もいただいて飼育を開始いたしました。特に7個はもう9月7日から入っておりましたので、今回レモンが一掃した場所というのはもともと構造上隙間があったんですけれども、扉を開けるためのワイヤーが吊るされてまして、その部分は手が出るだろうということで、鉄鋼板で覆っていたんですけれども、その空いている部分がレモンだと通れてしまったという形になります。人為的なものというよりも設計上のミスということも考えられます。今回このようになるっていうのはちょっと予測がつかなかったところがございます。いいですか。ちょっと
補足があるようです。はい、奥村から補足をいたします。まず人為的なミスかどうかというところでございますけれども、飼育担当者は手順を踏んで、寝室、周到に出したということでございます。で、構造的な話ですけれども、今回20センチの隙間があるということで、その隙間から一掃してしまったということなんですけれども、検査の際に、飼育担当者、獣医師、それから我々施設担当の者が、現地の周到、それから並びに寝室、放飼場、すべて入りまして、検査をしております。で、検査の内容につきましては、手が出るかどうか、頭が出るかどうかというものをすべて検査をしております。で、この20センチにつきましては、先ほど園長が申しましたように、ちょっと写真で説明しますけども、立場として、なんかそのすり抜けるっていう可能性をその時点で想定することがちょっとできなかったのか、ちょっとそのあたりだから設計上のミスと言い切れないという意味で訂正されたのか、ちょっとそのあたり教えていただけますか。俺が言う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 。設計のミスっていう言葉を使ってしまいましたけれども、想定ができなかったっていうのは確かなことで、事実一掃してますので、これは否めないと思うんですよね。なので想定できなかったことは私たちに問題があったということはもう間違いないですね。想定しなければいけなかった。想定しなければいけなかったっていうのはあると思います。それが設計上のミスかって言われると、ちょっとそのニュアンスが違う。そうですね、設計は正しく行われた、ただチンパンジーの行動を想定できなかったということに、なるんではないかなと思いますけど。彼のフェイスブックに載ってる。また調べてお答えしますので、他に質問の方。ご質問にありました獣医師の生まれ、なんですけども、11月生まれということです。補足させていただきます。5回目ですね。そのうちの1回を、別の獣医が担当して。で、またその4回目打った後5回目は5回目以降はライフル型の銃で撃ってるという形になりますね。では私から、原因となりました、隙間はもうすでに、埋められてますので、他への影響はないということで開園をいたしたいと思います。大変多くの遠足を予定されている園児の方、小学生の方いらっしゃると思いますので、そういった方々に影響がないように、ぜひ天王寺動物園を楽しんでいただきたいなというふうに思っております。ですね、当初、ここで薬剤の名前申し上げない方がいいかなと思うんですけれども、一応、パーキロあたり安全域の広い麻酔薬を使ってますので、あとは当たっても入っていない場合がございますので、それを鑑みると覚醒の状況なんかも見て、深度は深かったかもしれませんけれども適正に覚醒してますので、推量としては
特に捕獲をするという場合は興奮状態になりますので、麻酔の効きは悪くなる、それとかなりのヘリコプターが回ってまして、音もすごかったので、麻酔の効きが非常に悪かったというような状況がございます。じゃあ興奮状態だったから、ちょっと普段よりも想定していた時間よりも長くここまでかかってしまった。そうですね、結果的にはそういうような状況になってますね。的確に適量が入って、安静な状況で入れば、十分麻酔は深度深く入ったと思うんですけれども、このような状況下では、ある程度捕獲という意味もありますので、複数回数、結果的には打つことになってしまいましたね。今後、その麻酔とか、今回の麻酔銃の影響で、レモンが例えば死んじゃうようなことってあるんですか、その可能性とかっていうのはありますか。覚醒はされてまして、十分重視も最後まで確認してますので、今回の麻酔による事故はほとんどないというふうに思います。はい。覚醒はされてまして、十分重視も最後まで確認してますので、今回の麻酔による事故はほとんどないというふうに思います。はい。